ある日、私宛てに警察からスピード違反による出頭通知書が届いた。それはスピード違反を取り締まる装置に私の車のナンバープレートが映っていたからだった。しかし、その日の私は仕事で運転をしていない。夫も仕事中だったが、どうやら抜け出して浮気相手と会っていたようだ。この日は仕事でしょ？どうしてこんなところにいたの？それにあなたは無免許だから運転できないのよ。夫を問い詰めたが、私に速度違反の罪をかぶせようとしてきたので、私はあることを考えた。それは、私が罪をかぶるから警察署についてきてという条件だ。すると案の定、すぐに了承した夫。そう、無免許で知識のない夫は知らないのだ。スピード違反の証拠写真はナンバープレート以外の部分も撮影されていることに。私の名前は篠原紀美子。30歳の兼業主婦だ。まだ子供はおらず、夫の和夫と一緒に配送の委託業務を請け負う小規模な会社で働いている。この会社は義実家が経営しているので、夫は次期社長になるはずだが、それには大きな問題を抱えていた。それは夫の浪費癖と最悪な運転技術だった。夫は32歳になるのだが、運転免許取得のため、今現在教習所に通っている最中だ。そうなった理由は、20代で運転免許を一旦は取っていたのだが、度重なる違反で免許取り消しになってしまったからだ。しかも、その頃は高級車が好きで、まだローンが残っている車を2度も廃車にするほどの自損事故を起こしており、借金は義実家が返済してくれていた。私はその頃の運転免許証を持っていない夫と知り合って結婚したので、夫が免許取り消しになっていた過去を知ったのは、結婚して2年ほどしてからだった。結婚後は、私も義実家の会社で配送ドライバーとして働き始めた。夫は義両親からもう一度運転免許証を取るようにと勧められ、自動車教習所に通い始めたのだった。義両親は時々、夫の自動車教習所での状況を私に尋ねてくることがあった。和夫はそろそろ免許証をもらえそうかい？まだのようです。仮免の試験にまた落ちたみたいで。そうか。まだまだかかりそうだね。あの人も頑張っているとは思うんですが。いやいや、あいつはきっと免許取得を舐めてかかってるんだよ。紀美子さんがうちの仕事を頑張ってくれてるのに、まったく情けない。運送の仕事に就くのに、運転ができなくてはまずいことは当然なのだが、夫は運転そのものはできると変にプライドが高く、勉強意識が乏しいことから学科試験で何度も落ちていた。義両親を心配させたくはないが、夫のようなタイプは運転には向いていないと感じていたし、たとえ運転免許を取得してもすぐに事故を起こしてしまいそうで、自動車の運転はしないままでいいと思っていた。とはいえ、教習所にかかる費用は大きく、夫の給料は事務員扱いで低かったので、私の給料がほとんど夫婦の生活費として消えていた。それなのに、夫は高級志向が強くて、衣服や香油にお金がかかり、そのことでたびたび喧嘩をするようになったのだ。ある日、夫が私に言った。ちょっと、金を貸してくれないか。時計を買い替えたいんだ。またなの？こないだは3万もする靴を買ったばかりじゃないの。もう余分なお金なんてないわよ。お前、先月夜間の配送で手当もらっただろ。あれから出せよ。何言ってるのよ。生活費に充てるために無理してシフトに入ったのよ。そんなものに使うためじゃないわ。そんなものとはなんだ。俺の生活必需品だぞ。会社の後継ぎである俺が、社員よりみすぼらしい格好できるかよ。
夫婦間でお金のことで喧嘩が増えたせいで、私は夫から心が離れていく自分が嫌になり、こんなことではいけないとストレスを抱えていた。夫が無事に運転免許証を取れて、営業車が使えるようになったら給料も上がるので、それまでの辛抱だと思うことにしたのだった。そんな私のストレス解消はドライブだ。私は車の運転が大好きで、自慢じゃないがゴールド免許を持っている。愛車はコンパクトな SUV 車で、型落ちした時期に手頃な値段で購入したものだった。配送で土日の勤務をこなした後は、普通日に休みがもらえるので、一人の時間は愛車でドライブを楽しんだ。無免許の夫はそれが羨ましいのか、時々嫌味を言ってきた。毎日仕事で運転してるのに、休みの日まで運転して楽しいのか？ドライブは好きだから楽しいわ。私がそう返すと、夫は顔をしかめていった。じゃあ、仕事で運転するのも遊びと同じか。遊んでて給料もらうなんて、給料泥棒だろ。仕事はお客様のためだけど、休みは自分のためだから同じなわけないじゃない。楽しんでるなら同じだろう。俺の両親の会社に、お前は遊びに行ってるってことだ。会社に損をさせるなよ。むちゃくちゃなこと言わないでよ。だいたいね、私はお給料をもらってるけど、あなたは教習所にお金を払ってるのよ。しかも何度も試験に落ちてるのに、どっちが損をさせてると思ってるのよ。うるさいな。私も夫の嫌味に負けじと皮肉で返すと、夫が苦々しい表情になるのが痛快だった。そんな中、衝撃的な出来事が起こったのだ。その日、日曜日の勤務が予定より早めに終わったので帰宅しようとすると、職員駐車場から私の車が消えていた。ショックで頭が真っ白になったが、駐車場の防犯カメラのことを思い出して確認すると、なんと夫が私の車に乗り込んで持ち出していたのだった。電話をかけると、夫はしぶしぶと車を持ち出したことを白状したが、私の仕事中に使いたかっただけで、そろそろ返しに行くつもりだと言った。無免許運転をしたことが大きな問題だと、私も怒り心頭で夫を責めたが、夫は反発してきた。うるさいな。俺は運転自体は問題ないんだよ。嫁の車を使うことのどこが悪いんだ。もうすぐ駐車場に着くからな。え？今運転中だったの？もう、電話は切るわね。私は夫に対して怒りと心配の混ざった複雑な気持ちになり、運転に対する意識の低さにも不安を募らせたのだった。ほどなくして駐車場に私の車が入ってきた。夫は気まずそうに運転席から降りて、私と運転を交代したのだが、私は車内の異変に気がついた。あら？ドライブレコーダーがオフになってる。あれ？気がつかないうちに触ったのかな？助手席に乗り込んだ夫は視線をそらしている。車内にそこはかとなく漂う香水の匂いにも気がついた私は、夫が隠し事をしていることを確信したのだった。帰宅後、私は夫からスペアキーを取り上げて、二度と無免許運転はしないと約束させた。私に対しては横柄な態度だったが、反省が見られなければ義両親にも相談すると脅すと、途端におとなしくなった。そんな大ごとにしなくてもいいじゃないか。俺の立場が悪くなったら、妻であるお前だって困るだろ。そういう夫の口調は、完全に私を自分の付属物と考えている狡猾な人間の言い方に聞こえたのだ。その夜、私は愛車のドライブレコーダーを調べてみた。エンジンをかけると自動で運転記録が始まるのだが、
電源が途中で切られている日が複数あった。私自身はそんなことをした覚えはなく、犯人が夫であることは明白だ。そして、この車を使って、私には隠しておきたいやましいことをしていたのだろう。私は暗い車庫で、愛車の運転席に座ったままハンドルに突っ伏して、朝方まで泣き続けたのだった。翌日、私は仕事が休みだったので、夫の出勤後に家事をしていたが、届いた郵便物の中に、私宛ての警察からの出頭通知書があるのを見つけた。驚いた私は中を確認すると、速度超過違反によるものだった。私は狼狽してつぶやいた。スピード違反なんてしたことないし、オービスを光らせたこともないわ。この警察からの通知書は、スピード違反を自動で検知するオービスという装置が、私の所有する車を速度違反で特定したことによるものだった。オービスは速度違反を検知して、証拠写真を撮影するときに光を発する。その違反日の日時を見ると、私も夫も仕事中だ。速度超過した地点は、隣町の交通量の多い抜け道だった。私はいても立ってもいられず、そのオービスのある場所に車で向かった。ほどなく現場に到着し、付近を車で回ってみると、奇妙なことに気がついた。カーナビ画面の地図表示に、この付近の過去の走行履歴が複数表示されているのだ。その走行履歴に沿って、とあるマンションの駐車場に到着した。夫は何度もこの場所に来ていることが推察され、私は停車したまま考え込んでしまった。何のために夫はここに複数回訪れたのか。嫌な予感にこめかみが痛むほど考え込んでいると、ふとバックミラーにこちらに向かって手を振りながらやってくる女性の姿が見えた。その女性は私のいる運転席に近づきながら言った。会いたかったわ、カズオ。来るなら連絡してよね。私は運転席側の窓を開けながら、その女性と目が合った。女性は、遮光フィルムが貼られていた窓のせいで、運転席にいる私の顔がわからなかったようで、驚いてうろたえた様子でこう言った。あら、人違いだわ。ごめんなさい。慌てて走り去る女性の強い香水の香りは、以前夫が車を使った時の残り香と同じものだった。私は怒りに震えながらも冷静に考えた。今の女はきっと夫の浮気相手に違いない。この車を見かけて夫がいると思い込んで近づいてきたのだろう。停車中に作動していたドライブレコーダーが今の女の姿と音声をバッチリ記録していることを確認して、私はつぶやいた。よくも私の愛車を使ってバカな真似をしてくれたわね。あんたたちの悪行はこの車が証明してくれるわ。その日の夜、私は夫に警察から速度違反の出頭通知書が届いたことを話した。絶対に私はこの日は運転していないわ。あなたがしたことでしょ？俺は知らないよ。お前さ、スピード違反でナンバープレート見られたんだろ。間抜けだな。私はこの日仕事だったのよ。それに、調べたらあなたの方は半休で先に帰ったそうじゃない。どうしてこんなところにいたのよ。夫はまずいと言った風に表情を歪めて黙り込んだ。黙り込む夫に対して私は妥協案を出した。とにかく出頭日は一緒に来てちょうだい。私が罰則をかぶってあげる代わりに罰金はあなたが支払ってね。そうでないと無免許の夫が車を運転しましたって警察に言いつけてやるわ。ちょっと待てよ。それだけは勘弁してくれ。それはまずいことになる。
じゃあ、私の言う通りにしてよね。夫は仕方ないという風にうなずいた。ああ、わかったよ。出頭日には一緒に行って、お前の分の罰金を払えばいいんだろ。いくらくらいになるんだ。10万くらいか。お金の心配をし始めた夫に、私はにっこり笑ってこう告げた。さあ、いくらぐらいになるかしら。楽しみね。出頭日当日、夫はスピード違反の罪を私が被ると思い込んでいるようなので、すっかり油断して一緒についてきた。警察署には私の運転する車に夫を乗せて向かった。私たちは警察署に通知書を提示して、オービスの映像確認をするよう指示された。夫は言った。なんだよ。罰金払って終わりじゃないのか。まあまあ、言われた通りにしましょうよ。夫はしばらく車の運転から離れていたので、最新のオービスの性能などよく知らない様子だった。しぶしぶと席に着いた夫と私の前に、オービスの映像がパソコンの画面に映し出された。え？嘘。夫は唖然としてつぶやいた。それは無理もないことで、その映像には私の車のナンバープレートも鮮やかに表示されているだけでなく、運転席に座る夫の顔と助手席に座る女の顔もはっきりと映っていたのだ。夫はガクガク震えながらかすれ声で言った。なんでこんな写真が。私は言った。最新の速度違反の写真ってこんなに綺麗に撮れるんですね。すごいわ。お前知ってて騙したな。騙したのはどっちよ。あなた、オービスの画像がどれだけ繊細か知らなかったのね。無理もないわ。無免許だものね。おい、黙れ。黙るのはそっちの方よ。この助手席の女は誰なの？あ、それは、ただの知り合いだ。白を切る夫に、私はスマホで先日のドライブレコーダーに映った女の映像を見せた。オービスの写真と同じ顔の女が車に駆け寄ってきて話しかける映像と音声がしっかりと撮れていた。会いたかったわ、カズオ。それを見た夫が息を飲んだ。顔面蒼白で固まる夫に警察官が尋ねた。運転手は旦那さんの方で間違いないですね。いや、今回は妻の方でお願いします。無理ですよ。いや、妻もそうすると言ってましたし、今回はそれでお願いします。私は往生際の悪い夫に向かって言った。無理。罰金を払えばいいんじゃないか。いくら払えばいいんだ。罰金は知らないけど、浮気の慰謝料なら数百万は払ってもらうつもりよ。は？そんな、嘘だろ。警察官はすっかり呆れ返ってしまい、私は違反には当たらないので処分なしだと言われ、帰る許可が出た。夫は反省のない態度から、逃亡の可能性があるとのことで、そのまま取り調べを受けることになった。私は一人で警察署を出て愛車に乗り込み、夫を置いて去っていったのだった。その日のうちに、無免許運転でそのまま逮捕、勾留された夫は、しばらくして義両親に150万円の保釈金を払うように要請したが、きっぱりと断られたとのことだった。義両親は私や警察から全ての事情を聞かされて、怒り狂っていた。さらに、夫が会社のお金を無断でマンション購入に流用したことが経理の報告で発覚し、
そのマンションに住む女が夫の浮気相手であることも判明した。私はそれらの証拠を提示して、勾留中の夫と協議離婚し、300万円の慰謝料を請求した。元夫に支払い能力がないことから、責任を感じた義両親が謝罪してくれて、慰謝料も肩代わりしてくれた。浮気相手の女にも100万円の慰謝料を請求し、一括で支払わせた。義両親から聞いたのだが、会社が横領された資金の回収のために、女のマンションを差し押さえて売却したので、女は残りのローン返済のために苦しい生活をすることになったそうだ。元夫はそのまま塀の中に入れられることになり、交通違反者たちの更生の厳しい教育を受けているとのことだ。私は離婚で義両親の会社には居づらくなったことから退職を願い出たのだが、心配した義両親がここから離れた町での独立企業を勧めてくれた。そこで私は義両親の商売仲間から融資を受けて、女性専用の配送サービスを始めることにした。スタッフもすべて女性ドライバーとし、一人暮らしの女性客が安心できる接客に努めて仕事を始めたところ、徐々に評判が広まり、今では小さいながらも20名以上の従業員を抱える女性経営者として日々忙しい。そんな多忙な日々の合間に大好きなドライブをするのだが、私の愛車は元夫と浮気相手が座った座席シートは全部張り替えて快適な車内に改装していた。そしてドライブ中はもちろん安全運転を心がけている。